ジャンクの海からこんにちは。DIY VTuber の東雲初里です。今回は工作はお休みして、夜にガチ磯遊びをして、魚とか捕まえて揚げて食べようと思います。まずは夜に磯遊びをするポイントを見つけるためにロケハンをします。ロケハンもするんですけど、まずは腹ごしらえということで、木更津港にある千葉のかき小屋屋さんに来ました。ここはなんと60分2500円で、牡蠣、サザエ、ハマグリ、ホンビノス食べ放題、ドリンク持ち込み可の素敵な浜焼き屋さんです。こんな感じのテントの中で、身一つで浜焼きが楽しめます。木更津は開発されて目新しい観光地がどんどんできてますけど、新しくない分サービスで勝負してる老舗のお土産屋さんとか飲食店を見つけると嬉しくなりますよね。都内からのアクセスも良くって、どの階もめちゃくちゃ美味しいので、ぜひ行ってみてください。初里の後ろのグループはがっつり酒盛りをしていたんですけど、飲み物のゴミも置いといてくださいって言ってました。優しい。絶対ここでお酒飲みたいですね。いやー、あんなに生きのいいハマグリを見たのは初めてです。びっくりしましたね。食べた後に夜探索する磯場を決めました。とりあえず漁業権のないエリアにしたので、アワビ、ナマコ、シラスウナギを取らずに、漁業調整規則で禁止されてる行動をしなければ大丈夫なはずです。夜になりました。今回はそもそもなんで夜なのかというと、じゃーん。ウェーダーというですね、お腹まで着られる防水スーツを着てですね、夜に寝ている魚をゲットしたりできるのかっていうのを試してみたかったんですよね。あと、ガチ装備でジャブジャブしてたら人目が気になりますしね。でっかい巻き貝がありました。これは冷た貝ですかね。アサリを包み込んで溶かして食べてしまう貝で、サザエに近い美味しさらしいですよ。夜食ハンター竹本さんの動画で見ました。多分生きてるやつもいるんで、ゲットしたいですね。生きてるアサリが出ましたね。あんまり小さいアサリは取っちゃダメな地域なので、後で逃がすとして、一旦キープしておきますか。お、ヤドカリですね。味噌汁とかにすると美味しいらしいんですけど、今回食べるかどうかは、取れ高で考えましょう。おー、見てください。生きてる冷た貝をゲットしました。単体で料理になりそうなやつが見つかってよかったー。エビみたいなのが動いてますね。夜でもこんなん見つかるもんなんですね。いそいそしてるエリアに小ガニがいっぱいいるみたいなので、行ってみましょう。わー、カニいっぱいいる。これは唐揚げにすると美味しいのでゲットしていきましょう。ハゼがいました。これも天ぷらとか、唐揚げにすると美味しい魚です。持っていきましょう。ここからは味を占めて、ひたすら石をひっくり返してます。なんか渡りガニっぽいやつもゲットしました。美味しそうです。味噌汁にしましょう。見渡す限り小さい巻き貝が大発生してるエリアを見つけました。この小さい巻き貝は、海になって貝らしいです。ホタルの幼虫の大好物の川になって巻き貝がいますけど、それの海バージョンみたいなやつですね。韓国では塩茹でを食べられる屋台があったりするらしいです。ネットフリックスのストリートフードを求めてのホーチミンの回でも
海ニナが屋台料理として出されてるのを見ました。でも、それはもっと大きくて食べやすそうでしたね。旨味が強いみたいなので、集めて味噌汁にしましょう。いっぱいいても石と紛らわしいので、なかなか集めるのが大変です。今日のところはお試しで、お茶碗1杯分だけ味噌汁を作れそうな量を集めてみます。これが今回の取れ高です。今日は海ニナのお吸い物、カニの味噌汁、ハゼとカニの唐揚げ、冷た貝の醤油煮を作っていきます。海ニナを集めて洗って火にかけます。カニも洗って締めちゃいます。ハゼも締めて、カニの味噌汁はカニ味噌がよく溶けてますね。味噌を入れていきます。茹で上がった冷た貝を取り出していきます。砂が多い貝なので、茹でて取り出してから洗います。ハゼを片栗粉で揚げています。冷た貝は白だし、めんつゆ、醤油、砂糖、料理酒でだし醤油風味にしていきます。ハゼは風味を楽しむなら一度揚げ、スナック感覚なら二度揚げ。カニは殻が硬いので二度揚げした方が食べやすいです。今日は塩コショウ味。川ニナのお吸い物ができました。味を整えるために気持ち白だしを入れました。冷た貝は固めらしいので圧力をかけました。それではいただいていきましょう。まずはハゼの唐揚げから。揚げすぎると飛んじゃうんですけど、ハゼは爽やかな磯の香りと味のいい白身で美味しいですね。一度揚げだと日本酒で、二度揚げだとビールって感じです。次は渡りガニの味噌汁。4人分作ったので、渡りガニじゃないカニも真っ二つにして入れてます。カニ味噌ですね。カニ味噌の深い味がお味噌とマッチしてます。カニ汁っていうほどはカニ身の旨味は出てないですね。カニ身を食べてみましょう。よいしょ。よいしょ。カニ身めちゃくちゃ美味しい。カニ料理の具として出てきても、これ全然満足できる味です。プリプリ。次はカニの唐揚げです。いただきます。二度揚げだからちょうどいい硬さなのと、殻が焼けて香ばしいのがいいですね。味噌汁も焼きガニから出し取っても良かったかもしれませんね。これはビールです。冷た貝の醤油に行きます。これは完全にサザエですね。黒い部分も完全にサザエ系です。めっちゃ美味しい。サザエって死ぬほど硬いことがあるので、冷た貝もちょっと警戒してたんですけど、内側はちょうどいい硬さで、外側だけ気持ち薄切りにしたら食感もちょうどいいですね。臭くもないし、これは次も狙っていきたいですね。最後に海ニナのお吸い物、いってみます。あんまり出汁出てないなぁ。どっちかというと、貝の中に残ってた海の味がしますね。調理の仕方が良くなかったかな？海ニナ自体も取り出して食べてみましょう。海ニナは漁師町のおやつらしくてですね、50円で貝の先端を折って、すったり爪楊枝でほじくり出して食べるらしいです。初利もそれに倣って50円で食べてみます。本当に折れた。出たー。豆すぎる作業です。このカメラ全然ピント合わないのはいつものことなんですけど、サザエ的な黒い部分もちゃんとついてます。巻き貝ですね。いただきます。
味濃くてめっちゃいいですよ。黒い部分はやっぱサザエ系ですけど、味噌汁に向いてる味ではありますね。もっとたくさん取って、掘ってから洗って出汁取ったら、めちゃくちゃ美味しい出汁が取れそうです。味はいいので、楽して捕まえて、簡単に出汁だけ取る方法を探せると、めちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。今回は夜に人目をはばからずに、ガチ装備で夢中で食べ物を探したんですけど、結構楽しかったので、皆さんもぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。磯遊び向けに多少整備された遠浅の磯場で、風とか波が穏やかで夜中に潮が引く日を選ぶと良さそうです。次回はお気に入りのイヤホンをモジュール化して気分に合わせてカスタマイズしちゃおうっていう企画なんですけど、東雲初利企画動画20本記念ということで、初利こだわりのカスタマイズ Bluetooth イヤホンを視聴者プレゼントする予定です。皆さんぜひ応募してくださいね。それではご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。